気持ちよさそうに、泳いどるな。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、ウミウシを探します。見つけたウミウシを、次々に紹介していきますね。それでは、始めましょう。色味のウミウシです。大きさは、20ミリくらい、小さめサイズの、色味のウミウシです。磯遊びでよく見る、ミノウミウシの仲間の一つで、相模湾沿岸の磯なら、だいたいどこにでもいると思います。この色味のウミウシは、真っ白ですね。色が薄い個体は、何度も見ていますが、ここまで真っ白な個体は、初めて見つけました。ミノウミウシのミノの部分は、消化器官になっているので、食べたものの状態によって、ミノの色が変わることを踏まえると、この個体は、めちゃくちゃお腹が空いている状態なのでしょうか。こちらは、別の場所で見つけた色味のウミウシですが、この色が、よく見るタイプの、色味のウミウシです。4匹が、ごちゃっと固まっているのですが、どこがどうなっているのか、わかりますか？真ん中より、ちょっと上にいる白いやつは、ウミウシではなく、ナマコの幼体だと思います。黒下なしウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、黒下なしウミウシです。葉山の磯で見つかる、代表的なウミウシで、季節にかかわらず、結構な数が見つかります。夏の水温が高いシーズンは、10ミリ前後のちびっこが多く見つかり、大きめの個体は、あまり見つからなくなっているので、この年に生まれた個体に、世代交代が起こっている時期なのでしょうね。もちもちした、手触りの良さそうな見た目をしていますが、実際に触ってみても、もちもちしていて気持ちいいです。ウミウシを探すときは、基本的には、底の方ばかり見ているのですが、ふと視線を上げると、ウツボさんが、元気に泳いでいました。ウツボは、どちらかというと、底を這うように泳いでいるか、岩の隙間から顔を出して、周りの様子を伺っていることが多いのですが、この個体は、水面近くを元気に泳いでいますね。ウツボは、危険生物として紹介されていることが多いですが、こちらから手を出さない限り、攻撃してくることはありません。こちらは、コケギンポです。コケギンポは、岩に開いている穴から、顔だけ出して様子を見ていることが多いのですが、この場所では、大きいのと小さいのが、穴から外に出て、集まってますね。自分の巣穴は、持っているのでしょうか。お出かけ中に、他の個体に、巣穴を奪われたりしないのでしょうか。ハオコゼです。可愛い姿をしていますが、背びれに毒があるので、気をつけましょう。右側で、うにょうにょしている、水引ゴカイを食べようとしましたが、水引ゴカイの数は減っていないので、やめたようです。白雪ウミウシです。大きさは、5ミリくらい、ちびっこサイズの、白雪ウミウシです。真っ白な体に、オレンジ色の縁取りが可愛いウミウシですが、このくらいのちびっこサイズだと、体の縁や
触覚のオレンジ色が、かなり薄いですね。下にある、黄色いやつは、海綿なのですが、白雪ウミウシは、この、海綿を食べることが知られています。このくらいのちびっこが、海綿の上に乗っていると、お菓子の家に住んでいるような感じなのでしょうか。たくさん食べて、早く大きくなるんやでー。指ウミウシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、指ウミウシです。怪獣みたいな、ごっつい見た目をしたウミウシで、体中に広がる網目模様も、怪獣感を増していますね。指ウミウシの、指、とは、口の前にある光触手が、指みたいな形をしていることに、由来しています。ちょっと、観察してみましょう。これです。確かに、指みたいな形をしていますね。それはそうとして、なんで、この部分だけに注目して、名前をつけたんやろな。本実のウミウシです。大きさは、15ミリくらい、よく見る大きさの、本実のウミウシです。オレンジ色っぽい実のが特徴的ですが、色の濃さに個体差があるようです。図鑑やサイトで調べてみると、実の形や長さにも個体差が大きくて、この個体は、短くて丸っこい形をしていますが、細長い形をしているやつも、いるみたいです。形の違いは、ウミウシを種類分けする上で、かなり重要なポイントでもあるので、もしかしたら、いくつかの種類が、ごっちゃになっているのかもしれませんね。岩の隙間に、精進ガニを見つけました。15センチくらいのカニなので、見栄えはするのですが、素早く逃げ去ってしまうことが多いので、この個体のように、じっくりと観察させてくれるのは、珍しいです。なんというか、カニ。って姿をした、カニですね。ヒメキンチャクガニです。温帯の海に住む巾着ガニの仲間で、他の巾着ガニの仲間と同じように、小さなイソギンチャクを手に持っています。ちょっと観察してみましょう。これです。こんなに小さなイソギンチャクをどこから連れてくるのでしょうか。本堂にヤドカリを見つけたので、出てくる様子を観察しましょう。なかなか出てこないので、諦めます。別の本堂にヤドカリを見つけたので、こちらを観察してみましょう。サザエの貝殻を背負っている大きめのヤドカリで、かなりごっつく、力も強いです。岩にくっつけると、少し引っ張ったくらいでは、全然剥がれないんですよ。ガンガゼが、堂々と歩いとるな。危ないなぁ。ガンガゼは、夜行性なので、夜の海では、こんな風に堂々と歩いているのですが、昼間に、こんなに堂々と歩いているのは珍しいです。クモ型ウミウシです。大きさは、25ミリくらい、小さめサイズの、クモ型ウミウシです。平べったくて、硬くて、あまり動かなくて、大きめのウミウシなので、そこにいれば、
見落とすことはないと思います。この個体は、25ミリくらいの大きさで、今回紹介したウミウシの中では、かなり大きめなのですが、150ミリまで大きくなるので、雲型ウミウシとしては、小さめです。スズレウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、スズレウミウシです。灰色の個体と、茶色っぽい個体の、2個体が並んでいますね。こちらが、スタンダードな方の、スズレウミウシです。くすんだ灰色なので、ウミウシとしては、地味ですね。こちらは、茶色っぽい個体です。元気に動き回っているのは、スズレウミウシとしては、珍しいです。スズレウミウシではなく、ビロードウミウシ属の一種の可能性もあります。こちらは、また、別の場所で見つけた個体ですが、スズレウミウシなのか、ちょっと微妙です。スズレウミウシ、調べるほど、よくわからんくなるのですよ。白姫ウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、白姫ウミウシです。白い体が、もちもち感のある、綺麗な白なところも、なんとなく、気品を感じるウミウシです。大きくなると、真っ白な体に、赤紫色の触覚と、黄色と赤紫色の縁取りという、シンプルながらも、美しいウミウシになるのですが、ちびっこの頃は、色にあまりメリハリがないですね。先ほど紹介しました、白雪ウミウシに似ていますが、触覚と虹エラの先端が赤紫色になっているところで区別ができます。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、8種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。